カエラ監督、自己紹介などは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。で、今回バトルガールの DVD が、発売されることになったようなんですけども、監督はどういう経緯でこれを監督されることになったんですか？制作をやってたモビーディックっていう、会社はもともとギミックとかね、特殊メイクとか、今はフィギュアとか作ってるんだけど、その頃はその特殊メイクとかなんかをやるグループだったの。そういう縁でその前にもうちょっと小さい作品でグズーというねアホホラーを作ったんですよ。その時も制作にモビーディックが関わってたんで、その頃からの知り合いだったのね。グズーとこれってどれぐらいいや、随分離れてると思うな。これって11年前、12年前、もうちょっと前じゃないですかね。もっと前だっけ？どれぐらいでしたっけ？90年代の初めか90年か。グズートはね、4年ぐらい、3年か4年は違ってたような気がするグズーもやっぱりこういうちょっとホラーテイスト。ああ、グズーはまるっきりこうよくわからないなんつうんだろう、エクトプラズムお化けみたいなね、何にでもこう変身しちゃうような、プレテダーっていうか捕食モンスターがいて、そいつが何かの理由で目覚めてしまって、そのピクニックに来た女の子たちを5人ぐらい順番に食っていくって話だ。結構ちょっとスプラッター的な、それもみたいなんですね。で、本はガイラさんじゃなくて別の六葉さんでしょうか、三田さんかな。原案がバトルガール。そうですそうです、バトルガールの方なんですけど。僕は実際その本作りからは参加してなくて、実際雇われ監督として呼ばれていってから若干その本に手は入れたけど、本作りには参加してません。で、じゃあストーリー自体はもともとあったもの、どこからは外れてはない、だから段取り的にちょっとシーンの入れ替えやったり、あと自分でコスモアンフェタミン注射してモンスターになる陸上自衛隊のおっさんがいたじゃん。はいはい。あの人のセリフとかは随分加筆したりはしましたよ。それはやっぱもっとそのキャラクターを膨らませてみたいっていうのがあった。やっぱりほらなんつうんだろう、全世界の中で東京というのを孤立させた上に、そのなんつうの、そのいわゆる鎖国状態にした挙句のこうなんつうんだろうね、こういうの民族主義っていうか、そういう愛国主義みたいなものも、そのコスモアンフェタミンの作用でこう強烈になってくるみたいな方が肉体だけじゃなくてね、その方が面白いかなと思ってるんだけど。やっぱ精神にも影響を及ぼしてみたいな、ただこうゾンビ化するだけじゃなくっていう、考え方もこう過激になっていくっていうかね、狂っていってるっていうか、なんかその方がより狂気が
出るかなと思って、なんかあの大将の名前忘れちゃったよ。なんとか下本四郎がやってるやつ。方ですよね。なんでしたっけ。ごめんなさい、私もちょっと忘れちゃいましたけど。あんたが大将っていう名前じゃなかったような気がするけど。下本さんがやられた役っていうのはやっぱそれは結構ガイラさんのテイストが入ってると思う。でご自分で書かれたものじゃない本を、演出するっていうところで、多少そういうふうに自分で変えたりっていう部分があったけれどっておっしゃいましたけど、その自分の本でやるときと人の本でやるときの違いみたいなことって何かありますか？あんまりこういうふうには変えられないなっていうふうに遠慮したりした部分。いや、遠慮はないんだけどね。遠慮はないんだけど、やっぱりほら、前も言ったと思うけど、引き算は簡単なんだけど、実際現場に入っちゃうと足し算ってすごい難しいじゃない。あれが足らないからちょっと足そうとか。それはまずもう限られた時間と予算の中で、それはほとんども可能性のないことだから、そこだけだね、やっぱり気になるのは。だから自分で書いて自分で演出する場合っていうのは、別にご都合しにっていうんじゃなくて、実際物がないんだったらないなりにこっちでなんか工夫するなり、間接的な表現とかっていうのはできるけど、人から預かった本っていうのはやっぱりシナリオに忠実に演出していかないと。初めにその原案者なりシナリオ作家たちとはいわゆる意味とかね、伏線とかっていうことはちゃんと確認を取ってから撮影には入ってるけど、自分で書いて自分で演出するよりは少し気を使うかな。あまり遊びすぎないとか。いや、そうね。遊びすぎる。いや、別に遊びすぎてはいないけどな。どうしてもやっぱり活字で渡されたものを最初に読んだ印象よりは立体構築をした時にもっといわゆる傘というかスペース的には大きいものにしてやりたいなっていう気があるから、だからそのシナリオを読んだ時に大体そのイメージ映像は頭の中で結ぶんだけど、もっと膨らまして返してやりたいっていう気はあるよ。それは自分の作品の時もそうだけどね。シナリオを読んだ時のその映像感とか世界観よりも出来上がったものが小さくなるのが一番嫌だから。だからところどころ破綻しててもやっぱり大きくっていうか重力場が重いっていうか、なんかそういうふうなに上げていきたいね。これは覚えてらっしゃったらでいいんですけど、初めて読まれた時の印象とかって。いや、俺はね、その時っていうのはコンピューターとかなんかに興味がなかったわけではないんだけど、ロールプレイングゲームのような気がしたのよ。だからそういう意味で言うと、なんだかゲームっぽいなというのがあったんだけど、でも実際問題はほら生きた人間が演ずるわけだから、それはそういうふうな作風っていうか風潮のものがあってもいいのかなとは思ったけどね。じゃああんまり
こうご自分では考えたことがないようなお話だった、やっぱりこう主役の女の子がいて東京がああいう状況になって出てくるのがほとんどゾンビでっていうと、あまりその個人個人のその感情にのっとった行動みたいなこととかさ、感情表現とかってあまりない本だったのよ。だから要するに本当にロールプレイングゲームみたいにこうなってこうなってこうなってっていう、どんどん主人公に火がどんどん迫ってくる。だからやっぱりそこでその生きた人間が演じる部分でのその感情表現とか感情移入っていうあたりかな、その現場でいろいろ試行錯誤したっていうか、いわゆる例えば無機質なそういうストーリーテリングを壊さないようにしつつ、もうちょっとこう人間を描きたい。うまくいったかどうかはよくわからないんだけど、それでもやっぱりね、主人公であるバトルガールの彼女とお父さんであるところの大佐の関係っていうか、そういう父と娘の関係みたいなのが描かれてるところで、こう、人間の葛藤だったりっていうのが出てきてるのかなとは思いましたでもなんだか父親と娘の関係とか葛藤とかって思った割には大根が2つ写ってるぐらいの印象しかなかったけどアメリカで出るからいいんですかね。大丈夫ですで、英語で大根のことは何つってんだろうな。なんですかね、大根は。大根。野菜の意味の大根じゃないですよね。こっちの方のね。どっちかというとプアな。そうだからどういう食べ方をしても当たらないっていうやつね。美味しい。でも大根役者っていうのはそういう意味なんだろう。当たらないっていう意味なんです。当たらないっていうところからなんですか。だからお前は大根みたいな役者だなっていうのはどんな食い方しても当たらないっていう。なんか煮れば美味しいとかもじゃん。煮れば美味しいと思われる。おろしにしたって美味しい。美味しいです。何にしたって美味しいです。どうだね、大根。それはいいとしまして。では、今度はちょっと撮影中のお話を聞いていきたいと思いますけども、割と、スケールがすごく大きな作品ですよね。こう隕石が東京に落ちてきて、こうウイルスが広がっていくっていう、スケール感はすごく大きいんですけど、限られた予算の中でとかはやられてると思うんですけど、そのあたりでちょっと苦労された点とか、こう逆に工夫された点とかっていうのがあれば教えていただきたい。そんなにね人がたくさん出てるわけでもないし、エキストラさんも8万人のゾンビがっていうテーマだったんだけど、一列に並ばしてしまったから1人しか映ってないんだけど、実は奥にいっぱいいるわけですね。なんかそうだな、やっぱりほらメイクとかなんかに時間がかかるから、結構そういうところだけかな、しんどかったと思ったのは。あとは撮影の2日目だったかな、ちょっと撮影部と演出部と照明部とちょっとトラブルがあって、途中で結局自分で回すようになっちゃったんだけ
もともとガイラさんはカメラマンをされてたんですよね、昔。昔ね。で今回はご自分でも監督をしつつ回すっていうことで、これは相当大変だと思いや、つうかああいうタッチの映画だったから、かえって自分でカメラ持って手持ちでこう最初にこうテストの時に動きをつけて、ほとんど全部もう俺は全カットほとんど手持ちで撮ってるから、なんだかこの映画に関しては楽だったと思うよ。逆に、カメラマンにああだこうだ説明して、いちいち三脚立ててなんてノリでやれるよりは自分で手持ちで撮ってた方が楽だったよね。今ちょっと特殊メイクの話がさっき出ましたけど、やっぱり結構時間かけてやってたんですね。かなりスタッフも手伝ってくれてたんだけど、やっぱりほら人が多かったからね、出演者が全部ゾンビですもんね。そこそこ大変だったと思う。ちなみにだからあとはうちの長男がまだいくつの時だろう、高校卒業したぐらいかな。高校生じゃないよな。とにかく若い頃だったから、友達と一緒にゾンビの役で来てくれたんだけど、弾着仕込んで兵隊に撃たれて、ここにこう接点つけてね、こことここにこう接点をつけて、こうやったらバンとなる。じゃあテストやるぞっつってテストっつった途端にバンっつって血流してたやつがいて、それでまた1時間ぐらいかかるわけよ。ですよね。衣装を変えて、弾着も変えて、血ついたら洗い流してテストだっつって楽しいですね。ちなみにゾンビの血って緑だったじゃないですか。あれは監督のアイデア。あれはね、どうだったんだっけな。赤い血は嫌だなっていうのがあったのよ。それは赤い血ってやっぱりまっとうな生物をこう連想させるじゃない。だって本当よっぽど凶悪な殺人犯だって赤い血だからさ。だからなんか赤い血は嫌だなっていうのは俺だけじゃなくて、なんか多分それがあって緑か青っぽい血にしたんだと思うんだよ。監督の中ではやっぱりゾンビたちっていうのは人間の延長っていうよりはまだ全く違うものだっていう考えで、もう人間じゃなくしてやった方がいいのかなって。まあ形は人間なんだけども、中は完全に乗っ取られてる。なんかそういう映画あったな。アメリカのホラー映画みたいな。ゾンビじゃなくてですか。なんか犬になったり。ヒドゥンですっけ。つんだっけか。なんか宇宙人が次々こう自分の何でしたね、こうよりしろっていうか、自分が殺したやつに移っていくっていうありましたよね。それでどんどんそれは腐れていくんだよね。それで腐れていくと次に新しいやつに移るんだよね。そうか。気分だとちょっと自信ないです。作品ずっと夜のシーンがほとんどですよね、最後以外は。やっぱりこう夜通しでやってるような状態だったんですか、毎日。そうだったね。結局夜、まあだから日のあるうちにメイクからなんから全部
スタンバって夜に回すみたいなふうにやって、もちろんあれはほらいわゆる隕石が起こった時にその東京湾の水蒸気といろんなこう埃とかなんかで東京がこうシールド化されてしまったんで昼間も夜みたい光が届かないっていう設定だったから、潰しをかけたりもしてたと思うよ。昼間に、夜っぽく見せながら撮影をしてだからあとはね、ああいう設定だったからあんまりほら周りのいわゆる生活感のあるものが映ってくると困るから、それだけぐらいかな、苦労したのは。これはちょっと未来のその当時の未来の話みたいなことだったんですけど、設定は。いや、あれは割とリアルタイムっていう、俺はだからリアルタイムだと思ってこさえてたからかな。この前見た時に対してその古さを感じなかったなと思ったのだから、例えばあれを今ぐらいの時代の設定にして SF にしてると多分違うだろうなみたいなことがあったと思うよ。そうなってないし、うん、思っちゃうんですね。で、まあこの割と最近見返されたということで、まあ、今見てもまあその古さを感じないということは監督もおっしゃってましたけど、こう結構まあガイラさんの持ち味でもあるんですけど、ちょっとコミカルなグロテスクなとこでなんか妙にコミカルな味付けがあったりっていうのがあるんですけど、そのあたりはもうそういうつもりでされてたんですか、それとも後から見りゃこんな風になってたっていう。いや別にコミカルな味付けにしようとは思ってなかったけど、でもなんだかあれはね、あの手のものっていうのはあれ以上こうクソリアリズム追求していくとね、えぐくなって多分俺はそういう体質じゃないからかな。エグくなっていくっていうのはどういう要するにそのシリアスな演出をして、もっとこう残酷シーンとかもリアリズムを追求していくと怖いには怖いんだろうけど、俺はそっちには転ばないタイプだから、あんまりそういうのってこう見たくもないよね。それはやっぱなんかもう人をひたすら怖がらせるとか、そういうこう風に生き切っちゃうのが嫌ってことですか？つうかね、あれはやっぱり可愛い女の子が主役だっていう、だから今で言うと萌えが可愛い可愛いっつってりゃいいと思って撮ってたからね。主人公のバトルガール傾向がですね、やっぱりこう女性が主役だっていう意識でこう女の子を女の子を強い子なんだけど可愛く、割とその主人公の女の子に感情移入をしやすいような撮り方をしたような気がする。常にそこは意識にされてたっていう、やっぱりいくら汚いメイクしたり格好してもやっぱり可愛く撮りたいじゃん。その主人公のお話が出たので、主人公を演じられたのはキューティー鈴木さんなんですけど、まあそのキューティーさんはじめデビルさんであったりっていう。キューティー鈴木はまだその頃って現役のプロレスラーだよね。だと思います。
まだやめてないよね。やめてなかったと思いますよ、女子プロレスの方々をが出演をされてる理由とかっていう。あれはね、やっぱりほら一応ほらリングの上でもライバルたちだから、あれはね最初からそういうキャスティングになってたんだと思うんだよな。監督が俺が選ばれた女子プロレスラーたちを呼んでこいっつったんじゃないと思う。もともとそういうまあ商業的な要請とかもあったのかな、と思います。実際まあ彼女たちを演出されてみて、まあ、プロの女優さんとこう違うなとかこうやっぱりね強いよ。あの中で神取忍っていうのがいてね、彼女は昔オリンピックの柔道の候補選手だったくらい強いやつで、嘘だろうなんつって俺ね10秒ぐらいで落とされそうになったんだから本当に強かった。じゃあやっぱり試してみた、うん、かかっていってみた、それは強いでしょうねでまあアクションシーンとかもでプロレスの方だったら全然普段の延長としてお手の物だとは思うんですけど、その中で何かでもねほらあんなさこんな変な道具っていうか戦闘服とかプロテクターつけてるじゃない。だからリングの上の格闘技をというのは不可能なのよ。あんまり動きもちょっと制限されるようなものだったんですか。それにあんまりほら転んだりぶつかったりすると壊れるじゃない衣装がスペアがないからあれ無茶はできないですよ、そうですよね。どっちかというと人間っぽい動きっていうよりはもっと殺人サイボーグみたいなまあキャラクターですもんね、あんまりこうプロレスみたいに大暴れっていうイメージがなかったですね、なかなかね衣装つけてブレーンバスターとかパイルドライバーは無理だから本当はそうしたかったんだけどね。やりたかったです、格闘そのアクションシーンの振り付けの方とかいらっしゃるんですか。いなかった。いたスタントチームが来てたから。でもスタントチームがいなかった時ってお姉ちゃんたち同士の格闘シーンとかっていうのは俺がやったのかな。定かでない。もともとそういうアクションシーンの振り付けもやられたりするんですけど、監督は。ほら型通りのアクションって面白くないから、かといってその大掛かりのアクションシーンっていうのをあんまり撮った経験がないから、確かに大変なんだろうけどな。でも自分たちでできるようなものは自分たちでやりましょうみたいな方が好きだからね。だからなんつうんだろう、ほら決闘のシーンとかちょっとことさら大げでオーバーになるじゃない動きも実際そうじゃないだろうみたいなのがあるから、それがいい場合とね、やっぱりこうリアルな方が面白い場合とあるから。盾とかアクション頼んだのって、でもそうしてみるとバトルガールかな、やっぱり一番アクションシーンが多かったのって。よく人飛んでたもんな。飛んでましたよね。だから
逆にちょっと飛びすぎてて面白かったりしますあの辺はワイヤー使って。いや、あれはね、生身でやってるから、多分カメラ前でちっちゃいトランポリンを置いといて、カメラ前から自分で後ろにバーンと壁にぶつかるみたいなことをやってくれてると思う。あとはゾンビの兵隊たちが頭の方のシーンでさ、キューティーがバトルスーツをこうつけるじゃない。あの後にこう攻めてくるじゃない。あそこで手榴弾爆発して2人ぐらい飛ぶよな。あれも多分ね、仕掛けの手前ぐらいにね、ちっちゃいトランポリン埋めてあるはず。結構そういう生身のアクションだったんですね。うん。ワイヤー使ったりっていう。うん。ワイヤー使ってるのはあそこか。なんかキューティーが真後ろに5、6メートルぶっ飛ばされるとかあったじゃん。あの時ぐらいかな。やっぱもちろん皆さんスタントとかなしでやられてたんですか？うん。それ全然関係ないんですけど、私犬が焦げるシーンがすごい。あの犬はね、ちゃんと動物タレントプロから連れてきた犬だからね、はいっつってポンってやるとね、こうコロってこうなる犬なの。あれワンカットでした、うん。あれは台本にあったんですか？だから見えない鉄条を犬がよぎって焦げるっていうのはあったよ。とクライマックスが結構大規模なっていうかバスがこう突っ込んでいってて結構広いところでいろいろドンパチをやってらっしゃったと思ったんですけど、結構あそこはね、もう今はなき本当に羽田の飛行場のね、すごいそばにあった廃工場だったの。そこで一応はちゃんと消防署と警察には撮影で爆破をしますっていうんで許可を取ってたんだけど、ちょっと押しに落ちてね、あれ多分夜中の2時頃じゃなかったかと思うんだ、ドッカーンが。それちょっとその時だけは機動隊が来るんじゃないかと思ってヒヤヒヤもんだったけどね。でも別にお咎めもなかったから。あれはやっぱ1台バスを壊しちゃったよ。そう。それでバスは後結局あそこに置いておけないから、どっか埼玉か茨城の方のその廃車場までまま仮ナンバーで高速走って帰ってきたんだから。大丈夫だったんですか？大丈夫だった。そっちの方が面白かったかな。それちょっと撮っててほしかったですね。ハイバスで旅するゾンビたちみたいな、でこの作品って女の子が主人公ですけど、やっぱもう一つの主人公ってゾンビだと思うんですけど、監督はそういうゾンビものっていうかゾンビ映画とかっていうのはお好きだったりするんですか？好きだっていうか熱中はしないよ。夢中にはならんけどそこそこは見てるし。結構ロメロのゾンビとかに似たる感じがしたっていう意見があったりするんですけど、描写とかもこうゾンビの群れにバスがザーって突っ込んでいったりとかっていう、そういう描写的なところでも似てますし、そういう意識されたものってちょ
いや別に意識はしてなかったけど、いやそれは俺があんまり見てないからかな。ゾンビ映うん、似てるって言われてもさ、何千人もゾンビ映画撮ってる監督がいて、その中で例えばロメロさんに似てるって言われると、あ、そうなんですかって言えるけど、比較対象するゾンビの監督って2人ぐらいしかいないだろ。確かにそうですね。まあ、ちょっと作品とは関係ないんですけど、こう監督の好きなホラー映画とか監督とかっていうのは、昔見たのはね、あの監督は誰だったんだっけな、トビー・フーパーかな、電の子振り回すやつ。テキサスチェーンソー。そう悪魔の生贄贄か、ね。あれは面白かったね。あれが最初に見たホラー映画かな、外国の映画って。その前は多分見てないと思うけど、ね、田舎町の行かれたけど。そう骨で鍵作ったりするやつな。あと面白かったのは、あれはどこの映画だったかな。なんとかの沼っていうようなタイトルだったような気がする。あ、定かでないよ。でそのテキサスチェーンソーはなんでお好きなんですかね。面白いなって思ったと。俺の頭の中にああいうものがなかったからだね。いう発想がある。それは一家の描写とかそうだからなんだかほら、実際あの映画見て頭をトンカチで叩かれたような、こんなのありかよって思ったような覚えがあるよ。確かにこんなのありかよっていうだからあれを見てから結構俺も何でもありみたいになってんのかもしれない。あれがいいなら俺のこれもいいだろう。ごめんなさい、じゃあ作品の話にちょっと戻りますけど、ストーリーのその作品の最後のシーンっていうのは、割と次のミッションに行けって送り出して終わりじゃないですか。でやっぱシリーズものとして考えてらっしゃったりしてたんですね。いや俺はね聞いてなかったんだけど、やっぱりモビー・ディックとかね、その原案者たちっていうのはゾンビ好きなんだよ。だからまた第2第3は多分考えてたんだと思うよ。でも多分次なんかやろうと思ってたんだろうな。次があったとしたらどんな風な展開が考えられたんですかね。東京の中で結局ワクチンがうまくいかなくて、東京都民が全員ゾンビになって世界に食いに行くのよ。海を渡ってですか。世界中すごいね。つうことはまずニューヨーク編とかさ、サンフランシスコ編とかってすごいんじゃないの。そいつらがまたゾンビになるわけだよ。ニューヨークへ行く。ゾンビニューヨークへ行く。ゾンビに対するなんかこう
メタファーじゃないですけどとかそういうのって考えてらっしゃるんですか、こうゾンビっていうのは、ああいうふうにウイルスに侵されて。実はゾンビが好きな人たちっていうのは不老不死の伝説が好きなのですか。いや死なないじゃない。そうですね、まあ打ち抜かれないとかあるんですね、条件が。あ、そういう話を前したんだっけな。ゾンビになってしまった小鹿の話したじゃん。バンビってありましたね。ゾンビとバンビの2本立ての映画があったんですね。そんなところかな。ちょっと一旦聞きましょう。いいよ。その作家としてのこういろいろこういうのをやりたいっていうところと、バジェットのバランスっていうのは常にせめぎ合ってるとは思うんですけど、それはガイラさんっていうのは割とうまくこの中で最大限にいろんなことを工夫してやられてるような感じの作品が多いと思うんですけども、そのあたり何か心かけてることとか、こういうふうに考えてるとかアイデアとかが。いや無尽蔵に制作費が湧き出てくるわけじゃないから、それだったらそれで何かでも取りようがあるんだろうけど、ただどんなバジェットでも結局作品が出来上がった時に発注者側っていうのは100点満点を要求してるわけじゃん。ゼロ号試写の時にこれ60点つじゃアウトだから、結果的に世の中で上映した時に思ってたほどお客が来ないとかっていうこともあるけど、作る側っていうのは絶えず100点以上のものを作ろうと思ってやってるから、それもさっき言った現場で引き算は簡単なんだけど足し算はほとんど不可能に近いから、さあじゃあそれだったらどうしようかって言ったら、やっぱりもう自分たちの創意工夫しかないからね。要はさっき言ったその限られたバジェットっていうのは、じゃあF16 一機墜落させたいから持ってこいっていうわけにはいかないから、じゃあその時に翻ってプラモデル落っことして爆発させてそれでよしっていう取り方もなくはないわけじゃない。そりゃそこでなんだよって「お前これコミックかよ」って言われると元も子もないけど、だからもうそういう工夫しかないね。物欲に走ったらろくなことないから、物が欲しいって言ってるキリがないんだから。10万人ゾンビ出したいって。だからそれは2列渋滞で後ろに5万人ずつ並んでるとそういうことになっちゃったわけですたよね。だやっぱりスカスカ感は一番嫌だから、それだけかな。ないなりに、別のもので埋めることを考えるとか、そういう考え方ですかね。そのバトルガールの中でそういう部分ってありました。これが用意できないから代わりにこれを使ったとか、いやそれはないけど、QT 鈴木が兵隊が生き返ってくるじゃん。要するにゾンビ化していくときにそいつの頭を回し蹴りで
破裂させるっていうシーンがあったんだけど、本当はそれ QT 入れ込みで撮りたかったのよ。ただ私は絶対嫌だ、気持ちが悪いっていうんで、あそこだけ寄り絵になってんだよね。はい、どうしても嫌だっつったんだか、できないっつったんだか、気持ち悪いとか、それだからそこはそれで乙女らしいなと思ったんだけど、あれはだからあそこぐらいかな、寄りで逃げたのは。あとはちゃんとやってくれてたから。ラストシーンなんか結構まあ港のシーンとかありましたよね。あの辺とかっていうのはすごくあっさりした背景だったんですけど、本当だったらこう用意したかったとか、兵隊さんだったり船だったりとか。いやでもあれはね、多分予算がなかったからっていう意味じゃなくて、なんだかその赤涼感とか殺伐さとかさ、また女の子は荒野に向かっていくわけじゃん。だからなんかそういう印象でわざとポツンと撮ったと思うんだ。確かにそうですね。あこで味方が大勢いるよりは、もうこんだけしか味方はないんだっていう、いう感じの方が確かに良かったかもしれないですね、監督の意図されるところが。あそこは、今にして思うとどっちが良かったかな。ちょっとセンチメンタルになったかな。ラストがですか。それは父と娘の関係の会話の感じとかそういうことですか。それで多分親子はね、父一人娘一人なのよ。お母さんがいないの。でもそんな感じしますね、確かに。ああいう絆の強さって、普通に家族だったら父と娘っていうよりは母と娘とかの方が強そうだし。あと何かありますか、ガイラさんの。もう大丈夫ですか、思い出話的なこと。じゃあ話な、打ち上げの時にね、代官山の方のね、焼肉屋でやったんだよ。作品のこのバトルがある、ものすごく食ったらしいよ、みんな。ここぞとなくね。生肉とかも食ったんですか。食ってたらしい。作品の思い出ってないな。でもやっぱりあれだね、十何年も経って見直すとさ、確かにあんまり時代の古さみたいなのは感じさせないんだけど、ところどころこうテンポが悪かったり、ちょっとスカスカだったりみたいなのは見えるね。
でもまあテンポ的にも別に古さは感じさせないかったような気がするんだよ。尺もそんな長くないですかね、1時間ちょっと。でやっぱそのああいう映画っていうにはちょっと短いじゃないですか、1時間ちょっとっていう、そういうこれぐらいで仕上げてくれっていうことだったんですか。だったと思うよ。でも60何分だよね。そうですね、別にそんな70分にしてくれたのっていう話じゃなかったような気がしたの。まあこの間久々にご覧になってこうまあ古さは感じないとおっしゃってましたけど、あの頃俺よく分かんなかったんだろうけど、いわゆるこう戦闘服のデザインとかってさ、多分彼らは今やすごくもう第一線の人たちだと思うんだ。出口さんですよね、パトレイバーとかそういうのもあるからなのかな、やっぱりこう先々のイメージ持ってるスタッフがいたから、いまだになんだ今だってありそうじゃない、ああいうの。今日なんか朝の番組見てたら筑波大学が出てきて、そこの研究室でここになんかこうなんつうんだっけ、パワーモーターを仕込んだやっぱりバトルスーツみたいなのを着るのよ。こことこことこことここにこう入ってんのね。それで動くと自分の力を倍ぐらいに出せるアタッチメントなの。実際そういうのが開発されてる。開発されてるの。それでやると、例えば10キロしか物持てない人がね、25、6キロのものを持てるんだ。筋肉に作用させるとか。いやだからきっとこういうところの関節の動きでちゃんとこういうふうにこうなっててこうちゃんと動かすことはできるんだけど、ああいうのってさ、本当に歩行困難な人たちになんとかってまだ歩く意思がある場合だよ。本当すごい時代だなと思って。そうですよね。じゃあ最後にこれをバトルガールを見てくれた人たちへ何かメッセージを。はい、楽しんでもらってればいいんです。それでそういうことで、ありがとうございました。はい。